皆さんこんにちは、角川のりこうです。いやー、春ですなー。ということでね、春の華やかなお花たちがだいぶお店に並んできてる季節ですので、本日のテーマは初心者でも失敗しないチューリップの綺麗な飾り方、それを皆さんにお伝えしていければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで皆さんお久しぶりでございます。ちょっと今日の動画の本題に入る前に皆さんに謝っておかなければなと思うので、1、2分ほどお時間をいただければと思うんですけども、動画の方がね、1ヶ月半ぐらい更新してない時期が空いてしまいまして、いつも楽しみにご視聴いただいている皆さん、すいませんでした。リコー先生、YouTube やめちゃったんですかなんてご心配もおかけしたんですけども、ただ単純に3月がものすごく忙しかったというところで、まず3月初旬がこちら、新生け花主義ですね。植物を使ったアート表現のような生け花、こちらの展示から始まり、次に終わった後すぐに春に開催されている新宿高島屋で行われる生け花協会展という展示会があるんですけども、そこでこんな感じで蓮行の古典的なお成果を一作生けました。これは竹でできた三重になっている器に下から枝を曲げることで一本の幹に見立てて生けていく、そんな幹通しなんて言われる生け方で生けていますね。で、生け経が終わった後に続いてこちら、六本木にある東京ミッドタウンという、商業施設の中に大型の作品が点在する、そんなフラワーアートアワードと呼ばれる展示会があるんですけども、こちらはおかげさまで審査員特別賞という賞をいただくことができました。あとは1年間担当した NHK の草加、あれも3月で最後だったので、今の展示の話とか、その NHK の草加の裏話とか、そのあたりもまたサブチャン作った時にゆっくり話したいなと思ってるんですけど、そんなこんなでちょっと期間が空いてしまいましてすいませんでした。本当にありがたいことに YouTube を始めた時からだいぶ忙しくなってきているので、これから週1での更新がちょっと難しいかもしれないんですけど、お花を生ける上で綺麗に飾るポイントなんかをなるべく初心者の人にも分かりやすく丁寧に伝えていければと思っておりますので、更新した際は引き続きお楽しみいただけますと嬉しいです。また YouTube や Instagram まだ登録がお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。ということで今日もサクッと要点を押さえながらいけていければなと思っているんですけど、今日使う花材がですね、まずこちらが今日のテーマにもなっているチューリップ。今チューリップもいろんな品種が出ていまして、こっちの緑のチューリップなんて面白いですよね。赤い線が入ってるんですけど、でも色合いが黄緑色でとっても爽やかで、花びら一枚一枚も少しウェーブがかかっている、そんなおしゃれなチューリップですね。で、今日使うのはこちらシンプルな黄色いチューリップ。今日はこれをメインに生けていこうかなと。ではなぜこっちを用意したかというと、最近のチューリップって、これ私のあくまで感覚なんですけど、2パターンありまして、それをお伝えするのにちょうどいいかなと思って2種類用意してみました。もしかしたらこの珍しいチューリップも生けてもいいかもしれないですね。そのあたりは生けながらバランスを見て考えていきたいと思います。で、続いてこちらがスプレーデルフィニウム。一輪一輪が軽やかで、またこの水色がとっても爽やかな、そんなお花です。これはチューリップに合うかなと思って今日取り合わせてみました。この辺のおすすめの花材の取り合わせなんかも生けながらご紹介していきますね。最後にこちら、これはもう言わずもがな桜ですね。多分これは彼岸桜という種類になると思うんですけど、こんな感じで脇についている枝ぶりとか、あと花つきもすごくいいんですけど、1本が安価で売られていたので、今日は思わずこちらを買ってきました。安かった理由もわかるので、後で生けながらご紹介していこうかなと思うんですけど、今日はこんなラインナップですね。で、器がこちら100均で買ってきたプラスチックのお皿。これも何でもよかったんですけど、今日春のお花で爽やかになりそうだったので、透明な器の方が合うかなと、ここに剣山を置いて生けていきたいと思います。よし、そしたら早速こちらのチューリップを生けていこうかなと思うんですけど、いくつかお伝えしたいポイントがありまして、どっから伝えていこうかな。まずこれをご覧いただくと、この葉っぱ、今くるーんと下に曲がっちゃってますよね。で、この葉っぱの特徴として、自然の状態ですとこのようにまっすぐ立ってくれているんですけど、一回この部分くるーんと曲がって癖がついてしまうと、この後まっすぐにしようと思っても戻らないんですね。まっすぐに直したくても手を離してしまうと、くるんと丸まってしまうと、この丸みを生かしていけるっていう選択肢もあるので、確かこちらの動画で以前にもご紹介してるかな。そうするとまた一つ表情の違う面白いチューリップの生け方になるんですけど、普通に自然っぽく生ける場合はなるべく葉っぱがくるんとならないように丁寧に扱ってあげるのが肝要です。そして2つ目のチューリップをきれいに飾るポイント、これは生け花的な考えになるんですけど、花の部分の高さに長短、変化を加えてあげる。これ2本が同じ高さになってしまうと変化に乏しいお花になるんですけど、しっかりと高低差をつけてあげることで、より味わいといいますか、生き上がったお花に趣を出すことができるんです。これは実際見てもらった方が早いので、まずは長い方を生けていく。
で、ここで3つ目のポイントなんですけど、このチューリップを短くする際に切る位置、これもとっても大切でして、例えばこの辺で短くしようかなと思った時に、このまんまハサミでバツンと切るのではなく、チューリップというのはこんな感じで葉っぱにくるまれるようにして、中心部分にこのメインの太い茎が入ってるんですね。ですので、なるべく葉っぱを傷つけないように、この包まれている中のこの軸の部分だけを切ってあげると、こんな感じですね。ちょっと葉っぱがくるんとなっちゃったか。大きい葉っぱだから重さで多分耐えきれずにくるんとなっちゃいますね。今回この葉っぱ大きすぎたので使わないかなとは思ってたんですけど、こうやって軸を残してあげることで、例えばお花の部分をこうやって生けて、ちょっと葉っぱが足りないなと思ったら、後からこの部分を生けることで、葉っぱは葉っぱでこうやって後から足すことができるので、よりチューリップの雰囲気なんかを出すことができます。1枚ぐらいくるんとなってても味わいになるのかな。ちょっと様子見ていこうかなと思いますけど、今回は先端の部分まで割とチューリップらしい厚みのある葉っぱがついているので、このチューリップの場合ですと葉っぱを後から足すってことはしなくても大丈夫かなとは思うんですけど、ここで今日買ってきたもう一つのチューリップに関して、先ほど私の感覚でチューリップって2パターンぐらいあるっていうお話をしたんですけど、それがこんな感じで比較的チューリップの花がつく先端の部分までこうやって葉っぱがついているものと、あとこういったちょっと珍しい品種のもの、こういうチューリップは下の方には葉っぱがたくさんついてるんですけど、花の先端の部分ってここ葉っぱがほとんどついてないものがあるんですね。わかるかな？こうやって見ると今一番上についてるこの葉っぱの部分から先端の花までのこの軸が結構長いですよね。最近はこういうタイプのチューリップもよく見かけます。で、こういうタイプに有効的なのが今のテクニックになるんですけど、例えば長短をつけたくてこのチューリップを短くした場合、花の位置は短くなるんですけど、葉っぱがなくてなんかチューリップっぽくないですよね。ものすごく寂しいと。で、そこに今落としたこの軸付きの葉っぱを後からこうやって足してあげることで、ちょっと今適当ですけど、よりチューリップらしい雰囲気を出してあげることができるんです。ということで今短いのをいけたので、この後に長いのをもう一本こうやって足してあげれば、もうこれだけで綺麗に飾れると。で、今ものすごく意識してる4つ目のポイントですね、があるんですけど、なるべく足元はキュッと引き締めてあげた方が綺麗です。これが例えば足元がばらけて2点から出てるように見えてしまうと、ちょっとばらけた印象の花になってしまうんですね。ですのでこの刺さってる部分はキュキュキューッと寄らせて、足元をキュッと引き締めてあげた方が1点からふわっと広がりのある花にすることができると。黄色いチューリップよりこっちの方がなんか味があっていいな。今日はこれでいきましょうか。ここに黄色いチューリップ足してもありですね。ということで改めて水切りをしながら生けていきたいと思います。一旦水切りをしてあげて、先ほどと同様に生けていく。で、今回この葉っぱがなんかくるくるっとウェーブ巻いちゃって癖がついてるんですけど、これはこれでなんか味になってさっき良かったですね。こういうことがあるから生き物を扱う生け花というのは面白いですね。こんな感じで葉っぱを足してあげることでチューリップらしい雰囲気を出してあげると。続いて2本目のチューリップがこのぐらいスーッと高くいけてもおかしくなかったので、先ほどと同様にいけていく。で、先ほどお話したようにもうこれだけでも綺麗に飾れるんですけど、ここでもう少し華やかにとなった場合は、こちら先ほどご紹介したスプレーデルフィニウム、こういう小花を足してあげるとチューリップを主役によりふわふわっと華やかな世界にすることができます。で、今日はこちらを選んできたんですけど、あとお店にはマトリカリアとかスイートピーとかありましたね。なるべくバラとかガーベラとか一輪タイプのものだとチューリップと喧嘩しちゃうので、そういったものではなくてこういった小花系をふわふわっと混ぜてあげると、お花を飾るときに調和が取れるんじゃないかなと。で、さらにもう一点ご紹介したいことがありまして、まず一つ目のパターンがチューリップだけでシンプルに飾る。そして2つ目がこういった小花を混ぜることでより華やかに飾る。最後にもう一つのパターンが、今チューリップが主役なんですけど、こういった桜とか小手まりとか枝物を足すことでより大きく伸びやかにいける。で、今日はせっかくこちら綺麗な桜買ってきたので、桜を主役にチューリップをポイントで生けていこうかなと思います。で、そうなった場合、この主役の枝と脇役のこのポイントが高さが同じになってしまうと、どっちが主役かなって喧嘩してるような感じになってしまうので、今日のこの器のサイズ感でしたら、今これだけだとすごくバランスいいんですけど、
このチューリップを少し下げた方がいいかなと。でないと、これより桜を高く生けようと思うと、この器のサイズ感に対してバランスが悪くなってしまうので、そうやって全体のバランスを調整していきたいと思います。あと黄色いチューリップを足してもいいんですけどね。どうしようかな。ということで先ほどご紹介したように、この葉っぱいいサイズ感で後から足せそうなので、この葉っぱが出てるここの軸の部分、ここから切ってしまう。で、一応こちらは取っておいて、こちらをスッと伸びやかにいけていくと、なるべく足元がキュッと引き締まるように。そしたらせっかくなのでこちら黄色いチューリップもちょっと足していこうかな。本当は2本2本っていうのは嫌なんですけどね。で、これ以上長さを変えたくなくて、でもこの葉っぱが邪魔だなという場合は、この太い茎から出てる葉っぱの付け根の部分、ここの部分にハサミを軽く当ててあげて、でチューリップをくるくるっと回していくんですね。そうするとこんな感じで葉っぱだけをきれいにペリペリっと剥くことができるので、葉っぱを取るときはこのやり方がおすすめです。軸がついてなくてもこの葉っぱも後から足そうと思えば足せるんですけど、先ほどご紹介したように軸がついてる方が剣山とかあと花瓶とかでもいけやすいんでね。そしたら最初に生けた2本のチューリップと高さが被らないようにしたいんですけども、本当はこのぐらいが良かったな。ちょっと切りすぎた。高さに変化はあるけどちょっと近いかなというところで、こっちを下げちゃうって手はあるか。またはこっちをちょっと低めにポンといけてあげる。こっちの方がいいかな。チューリップだからなるべく伸びやかにはいけてあげたいんですけどね。この子をこことここの間のこの位置でいけていく。こんな感じかな、とりあえず。そしたら2本目をこことここの間のあたりでいけていく。で、このまんまだと黄色いチューリップがちょっと縦に並んでしまったので、少しこっちにずらしましょうか。こうやってなるべく縦とか横に並ばないように変化をつけてあげたり、あとは違う色をいける場合、黄色、緑、黄色、緑みたいに段々になるようにいけてあげると綺麗に飾ることができますね。で、このままだと今このチューリップの軸の部分がもろ前に見えてしまっているので、これもちょっとした小技なんですけど、本当はもう少し小さいサイズで自然のものをそのまま足してあげるのがベストではあるんですけど、残りの葉っぱ見てもらうとこんな感じで分厚いのしか残っていないので、その場合はですね、ちょっと大きすぎたらこの特徴をなるべく損なわないように葉っぱをハサミでスーッと切っていく。このチューリップの自然な葉っぱに見えるような、そんな表情でスッスッと切っていくと。で、そうするとパッと見これ分かんないですよね、切ったって。で、ワンサイズ小さくすることができるので、こういうのを足元にキュッと入れてあげると足元が引き締まるんじゃないかな。こんな感じ。あとこれ1枚がちょっと面でベターっと入ってるので、落としてもおかしくないかな。落としましょうか。これもまたチューリップをきれいに飾るポイントにはなってくるんですけど、これでだいぶすっきりしましたね。先ほどご覧いただいたようにチューリップの葉っぱというのは、こうやって平べったいものはかなり平べったいんですね。で、このまんま面でベタっと見せてしまうとお花がすごく重い印象になってしまうんですけど、この葉っぱを面ではなくて少し表情がつくように傾けてあげると、こんな感じでチューリップらしい味わいのある葉っぱにすることができると。で、今切ったのがまさに面でこうやって中心部分にベタっと入っていったので、ない方が軽くなって風が通るかなと思って取ってみました。これもチューリップをきれいに飾る時の一つのポイントですね。そしたら続いてこちらのスプレーデルフィニウムをパラパラっと混ぜ込んで、より華やかにしていきます。で、これは1本から枝分かれしてたくさんついているので、まずはそれぞれを分岐部分で落としていきましょうか。こんな感じ。そしたらこれを一本一本パラパラっといけていく。で、先ほどもご紹介したように、やはりチューリップをポイントできる場合は、こういう小花系がパラパラっと混ざる分には、そんなにこのチューリップの存在感を邪魔することはないので、より華やかになりながらも調和の取れた、そんなお花を生けることができますね。この小花系も考え方は一緒で、高いの、中ぐらいの、低いのって、やはり高さに変化をつけながらふわっとまとめてあげると綺麗に生けれるかと思います。でですね、今苦労してるのが、剣山の針と針の隙間より茎が細いので、なかなか刺さってくれないと。
で、うまく寄りかければ刺さるんですけど、これもちょっとした小技。このチャンネルでは何回もご紹介してるんですけど、こういう中が柔らかい切った茎の部分に細い茎をこうやって差し込むことで、これでよりぐさっと剣山に刺さりやすくなるので、これもお花を生ける上で結構有効的なテクニックになります。こんな感じで簡単に刺さってくれるんでね。そしたらあと1本ぐらいかな。低い位置にも生けていく。あら綺麗で、さっきチューリップを短くしてしまった分、このまんまだとちょっと伸びやかさに欠けてしまうので、最後にこちら主役の桜を生けて完成で、これも先ほどお話したようにこのまんまだと器のサイズ感とのバランスが悪いので、もちろん伸びやかさは意識するんですけど、少し落としてこのぐらいかな、これで生けていこうかなと。なので下の部分の余分な付け枝はまずは落としてしまう。ごめんよ。この辺はまだ綺麗に飾れますね。今落としたのを後からこうやって足すっていう手もありますしね。これは取っておきます。で、こういった太い部分を切る際は枝物硬いので、水平に入れてしまうと男でもかなり力がいるんですね。ただなるべく斜めにこうハサミを入れてあげることで、多分植物の繊維の関係なんでしょうけど、水平より切りやすいです。で、もう一つ斜めに切るメリットがあって、水平で切ってしまうと剣山の針硬くて刺さらないんですけど、斜めに切ることで剣山の針と針の隙間にこうスッと挟まってくれるので、より剣山に刺しやすくなると。この辺りはこちらの動画で詳しくご紹介しているので、よければ合わせてご視聴してみてください。で、ですね、さらに今下の部分をこうやって半分に割ったんですけど、半分ないし十字に割ってあげることで、植物特に枝にとって水を吸う面積が広くなるので、水揚げが良くなるのと、より剣山に挟まる隙間ができるので生けやすくなりますね。そしたらこれをスラッと高めに生けて、でこれで完成でもいいんですけど、まだ若干キュッと引き締まってちょっと窮屈な印象になっているので、今落とした桜の付け枝、これもせっかくなので足していきましょうか。斜めに入れて下を割って、でこういうのがこの今空いてた空間にスッと入ることで、全体的に少しこうふわっと柔らかい印象になるんですね。これがないと花がここのラインで終わってしまってるので、ちょっとキュッと押し付けられたって言ったら語弊があるんですけど、少し硬い印象のものが一本でもねふーっと抜けるものがあると、作品全体の雰囲気が柔らかくなってきます。ということで最後にこちらも同様に少し中心から広がるようなイメージでふわっといけていく。こんな感じかな。で今回この桜が安かった理由は、ほぼ満開だったので、あと 2,3 日で花が散ってきちゃうんですね。で、本来だとちょっとでもつぼみとかが残ってた方が、それも徐々に咲く過程というのも楽しめるので、そういう意味で寿命が短かったから安かったんじゃないかなと。ただ花が終わって傷んだもの、綺麗に取ってあげると、そこから次々葉桜、葉っぱがふわっと芽吹いてくるので、桜を飾る際は花が終わった後も楽しめるので、ぜひその生命力、変化なんかも楽しんでいただければなと。で、最後にこちら、このチャンネルではおなじみのビー玉ですね。今日透明の器なので、下の剣山見えて嫌な場合は、石とかこういうビー玉を敷いてあげると、剣山隠し兼、おしゃれに映るので、これを巻いて完成。これで初心者でも失敗しないチューリップを使った華やかな春のお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。